もしも、自動車部品の巨人、デンソーによる半導体大手ロームの買収提案が本当に合意したら、ええ。あなたの投資戦略にどんな影響があるでしょうか？ああ、それは非常に気になりますね。ですよね。本日は2026年3月期の最新決算資料と、両社から発表された IR リリースなどの公式情報をもとに分析を進めます。はい。自動車と半導体、それぞれの巨人が手を組む意味、わかりやすく紐解いていきましょ早速なんですが、この買収提案が持つ意味、理由は3つあります。う。3つですか？はい。まずは結論から言うと、資本力の集約。次に東芝再編ドミノ。そして TSMC との提携と AI サーバー需要です。なるほど。まずは一つ目の資本力の集約から見ていきたいんですが、へえ。今のパワー半導体市場は単独で戦えるフェーズを過ぎていると言われていますからね。まさにそこです。これ例えるなら F1 レースなんですよ。F1 ですか？はい。F1 ってレースに参加するだけでも莫大なエンジン開発費、つまり設備投資がかかる状態じゃないですか。確かにものすごい資金力が必要なイメージです。今の次世代半導体の開発も同じでして、驚愕の数字を出しますね。デンソーの年間設備投資予想はなんと3500億円です。3500億円。すごい額ですね。さらに、研究開発費は6800億円に上ります。これには台湾のメディアテックとの次世代 SoC 共同開発なんかも含まれているんですが、ちょっと待ってください。6800億円の研究開発費って、ええ、対するロームの規模感はどうなっているんですか？そこなんですよ。ロームの通期の売上高予想は4800億円です。ということは、デンソーの研究開発費だけで、ロームの会社全体の年間売上を軽く超えちゃってるわけですか？そうなんです。だからこそ、ローム単独ではインフィニオンなどの海外巨大資本と世界規模の資本力競争を勝ち抜くのは厳しいんです。つまり？デンソーの圧倒的な資金力というエンジンを積んで、この F1 レースを最前線で勝ち抜くための戦略だと言えます。なるほど。よくわかりました。では、2つ目の東芝再編ドミノというのはどういうことでしょうか？これはですね、例えるなら、巨大な駅前再開発プロジェクトです。駅前再開発？はい。一つのビルが変わるだけでなく、街全体の動線が根本から変わるようなインパクトがあります。街全体の動線が変わる。具体的にはどう動くんでしょうか？実は、ロームは、東芝の非公開化に3000億円を出資しているんですよ。ああ、あの巨額出資ですね。ということは？ええ。デンソーがロームを飲み込めば、東芝の半導体事業も事実上、トヨタやデンソー陣営の巨大なエコシステムに巻き込まれる形になります。それはまさにドミノ倒しですね。業界の勢力図が一気に塗り替わります。そして3つ目、TSMC との提携と AI サーバー需要です。TSMC からの技術移管ですね。はい。地下ガリウム、いわゆるガンデバイスの技術移管なんですが、これを人員配置に例えるとすごくわかりやすいんですよ。と言いますと？例えるなら、世界最高の三部主シェフである TSMC が、秘伝のレシピを自社の若手エースであるロームの浜松工場に直接叩き込んでもらうようなものです。なるほど。自分でゼロからレシピを作るんじゃなくて、超一流から量産する力を直接教わるわけですね。その通りです。2027年中の生産体制構築を目指していて、EV だけでなく、今まさに高まっている AI サーバー等の需要に一気に応えていく計画です。ここまでのお話を整理すると、かつては高品質なシリコンウェーファーを作る技術そのものの勝負でしたよね。ええ、過去の日本の強みでした。国内の巨大資本に対抗するには規模が足りず、国内メーカーが分散している現状から抜け出す必要があると。まさにその比較が重要なんです。結論として、これは単なる一企業の買収ではなく、日の丸半導体連合による世界覇権奪還サバイバルであると定義できます。世界覇権奪還サバイバル、しっくりきます。さて、ここからが今日一番大切な話です。お、では、具体的な数字の検証に入っていきましょう。視聴者の皆さんを代表して聞きますが、要するに今のロームの業績はどうなのというところです。足元の数字が伴っていなければ判断できませんからね。はい。現在のロームは急成長株ではなく、黒字成熟株としての評価軸で見る必要があります。黒字成熟株としての評価ですね。まず注目したいのが、ウォーレン・バフェットが最も重視する指標である ROE、自己資本利益率です。投資初心者の方にもわかるように少し噛み砕いていただけますか？もちろんです。
これ、例えるなら預金口座の利子のようなものなんですよ。預金口座の利子。はい。手元にある元手をどれだけ効率よく増やせているかを示す数字です。過去の実績だと、ロームは 5% から 9% 台で推移していましたが、現状はどうですか？実はですね、直近の決算では非常に苦しんでいまして、ROE は低下傾向にあります。それは気になりますね。なぜそこまで苦戦しているんでしょうか？ここで皆さんの頭の中で円グラフを思い浮かべてみてください。はい、円グラフですね。ロームの売上構成表を見ると、自動車向けが約 49% を占めています。半分近くが自動車向けなんですね。ええ。そして民生向けが約 23%、3期向けが約 13% と続きます。つまり EV の普及スピードや在庫調整の影響をもろに受ける構造なんです。なるほど。ではその他の重要な指標はどうなっていますか？株主還元としては年間配当金50円を予定しています。そして一番驚くべきなのが PBR、株価純資産倍率です。PBR ですか？これがなんと 0.62 倍という驚異的な割安水準になっています。0.62 倍。トピックス平均が1倍を超えているこのご時世に圧倒的に評価が低い状態ですね。ええ。過去には PBR1 倍を超えていた時期もありました。でも直近では在庫評価減や成長領域であるシックデバイスの品質保証コストで利益が圧迫されているんです。世界のトッププレイヤーがより高い利益率と PBR を維持しているのと比較するとかなり厳しい数字に見えます。はい。今の状態を定義するなら、ポテンシャルは F1 マシンなのに渋滞に巻き込まれてスピードを出せていない状態と言えます。渋滞に巻き込まれた F1 マシンですか？もどかしいですね。ただですね、この決算資料を見ていて、私が一番痺れた数字があるんですよ。一番痺れた数字、気になります。第3四半期の包括利益が前年比 242.7% プラスの557億円に達していることです。前年比 242% プラスですか？さらに、通期の営業利益予想を増法修正して、きっちり60億円の黒字に着地させたこの執念ですね。包括利益がそこまで跳ねたということは為替の影響も大きかったんじゃないですか？その通りです。1ドル150円から154円という為替の追い風が大きく寄与しました。でも、それだけじゃなくて、苦しんできた在庫調整の完了が明確に数字に現れ始めているんです。なるほど。本業の無駄を削ぎ落として身軽になってきた証拠ですね。そうなんです。ここからは、この企業に吹いている追い風と乗り越えるべきハードルを整理します。お願いします。まず追い風なんですが、市場環境としては EV 化や TSMC との提携による AI サーバー向けの需要拡大は間違いありません。過去と比較して在庫調整も完了しつつあり、身軽な状態になっていますしね。さらに、デンソーによる買収報道というセンセーショナルなニュースが SNS や個人投資家の熱量を一気に高めています。確かに市場の注目度は非常に高いですね。では、潜在的なリスクや財務の懸念、つまりハードルの方はどうでしょうか？最大のハードルはやはり利益率と財務余力です。先ほどのお話にもあったシックデバイスの一時的な品質保証コストなどですね。はい。それに加えて、金価格の高騰に伴う変動費負担の増加も大きいです。原材料費の高騰ですね。さらに、競争環境で言えば、BYD をはじめとする中国 EV メーカーによる猛烈なスピードでのサプライチェーン内製化が脅威になっています。つまり、中国勢の猛追やコスト増というハードルがあるわけですね。その通りです。しかし、デンソーの莫大な資本力とトヨタ圏の確実なキャプティブ需要が背景にあれば、これは十分に超えられる前提のハードルだと言えます。なるほど。資本と確実な需要があれば、戦い方は全く変わってきますからね。もしこのハードルをクリアできるなら、日本のパワー半導体連合が再び世界のモビリティ覇権を握る中核となる可能性があります。それは非常に大きなビジョンですね。そこで今日のお話を踏まえて、あなたに一つ考えてみてほしいんです。はい。もしこの巨大な垂直統合が本当に実現したとしたら、あなたが今持っている他の独立系自動車部品メーカーや半導体株の生存戦略は根本から見直す時期に来ているのではないでしょうか。確かに他人事では済まさないですよね。あなたのポートフォリオの中で次に再編の波に飲まれるのはどの企業だと思いますか？ぜひコメント欄であなたの仮説を教えてください。投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。気になる銘柄があればぜひコメントで教えてください。